械学習と西洋先生術で株の予測モデルを作っていくエンタメチャンネルです。初見の方はぜひ右上のチャンネル概要の再生リストをご覧ください。今週は普段の動画とは異なり、少し長期的な予測をしてみたいと思います。しかし、せっかくなので、週の途中ではありますが、このチャートを見ております。本日6月11日水曜日の夜ですね。こちら SOXX の冷やしチャートなんですけど、このように月曜日、火曜日と大きく上がってきている状況です。先週の動画でお伝えしたように、この斜めの線ですね。この1、2、3、3つの点を結ぶ線。こちらに先週木金は阻まれていたと。で、これをしっかりと超えてきてくれたので、なかなかこの後の上昇に期待をしてしまうところではありますよね。ただ、花塾でいただいたいつものやつで見ていると、ボリンジャーバンドの上のプラス2シグマですね。こちらの線を突き抜ける感じで上がってきているので、もしかしたらこの後一服があってもいいのかなと。ここでもしかしたらこのトレンドラインにもう一度ぶつかって上がっていくと。こんな展開があっても面白いのかもしれませんね。あるいは冷やしレベルで見ると、この下の方のトレンドラインですよね。この2つ結んだ時に、結構この辺でも意識された跳ね返ったトレンドラインですと。なので、そこにぶつかって上がっていくかと。少し角度が急なのでどうかと思いますが、こういうシナリオも考えておいてもいいのかもしれません。逆に何らかの要因で緑のトレンドラインをもう一度割り込んでくるようなことがあれば、しっかりと割るかどうか、よく見ておく必要があるのかもしれませんね。真面目なテクニカル分析はこの辺りにしまして、このチャンネルでは星の位置情報によって予測モデルを作っています。なので、ここからは長期的な予測、今回はしてみたいと思います。普段はこの時間に来週の予測ということで Discord サーバーに公開をするんですけれども、今日は土曜日に少し用事がありまして、代わりにこの長期予測を出しています。で、まずは1月6日あたりに2025年を予測してみたという動画を出していました。ではじめにこれがどれだけ当たっているのか外れているのか、この辺を見ておきたいと思います。はい、こちらが1月の初めに出していた2025年の前半の部分になります。で、これに対応する実際のチャートですね。こちら SOXX の週足チャートにまとめています。こちらと比較してみたいと思います。まず、高値安値組んで、高値と安値を見まして、これがどう動いているかですね。2025年の1月なので、ここか。ここから引きましょうか。高値と安値を結んでいきますね。こうして、こうなって、こんな感じですね。現在この辺にいると。はい。これと予測の図を見比べてみます。まず1月から2月にかけて真ん中上がって2月の前半下がると。で、この辺はそうですね、1月、2月、ここが1月27日の週なので、それなりに上がっていると。で、その後、2月18日の週上がって、3月10日の週にかけて下がっていくと。で、これも2月の真ん中ら辺上がっているっていうのはいいんですけど、その後下げですね。これが2月の終わりぐらいですかね。ここに下げが来ている予測になってました。で、実際のところは3月10日の週ということなので、少し下げの予測は早めに来てしまったということになりますね。で、その後は4月前半に向けて下がっていく予測。で、こちらに関しては、そうですね、4月7日、ここがそこになったということで、下がっていく予測としてはいい感じかなと。で、その後、4月末にかけて上がってます。で、実際上がってきたものの、
5月の12日ですね。5月の半ばまで上がってきているので、少しこれも。で、一番悪いのは今、最近ですよね。この6月9日の週、今、6月11日水曜日なんですけど、この6月にかけては下がるという予測になっていました。で、ちょっとこれ、6月の頭しか映ってないんであれなんですけど、そうか。そう考えると、この5月19日、5月27日、このあたりの週から上がってきているということなんで、最初下がって上がり始める。そうですね。もしかしたら、この後悪くはない予測になっていくのかもしれません。で、これを見て当たってる、外れてるという判断をするのはなかなか難しいんですけど、とりあえず一つ言えるのは、この上か下かっていう、この幅といいますか、価格帯といいますか、この辺は全く当てにならないということですね。この単純に1月の半ばと5月の末と、この辺を比べたときに、下がっているように見えるんですけど、これで見ると、その1月ぐらいにまで待ち直してきているということですよね。なので、単純に上下で比較して、この時よりこの時の方が下がるという言い方は、この予測ではできないということです。もともと上げ下げの時に、買いポイントで買って利益が取れるかどうか、これを重視しているモデルなので、当然といえば当然ですよね。なので、この後、6月以降の予測も表示しますが、あくまでそのぐらいの精度だと割り切って見ていただければと思います。それではお待たせいたしました。この後の長期的な予測を表示してみたいと思います。あくまでエンタメとして、投資は自己責任ということをご理解の上で、ご覧いただける方のみ続きをご覧ください。こちらがこの後2028年12月までの長期的な予測になってます。で、先ほど見てきた通り、上下の幅、これはあまり当てにはならないものの、このてっぺんになっているところ、あと谷になっているところ、ここがそれなりの精度で当たるのではないかと仮定しながら見ていきたいと思います。まず今、6月ですね。しばらく上がると。で、少し調整みたいなのが入って、9月ぐらいですかね。ここまで下がっていくと。で、その後は、2025年12月、年末にかけて上がっていくという感じに見えます。その後はですね、2026年に関しては3月、4月あたりが下がっている。で、一旦上がって、その後いろいろ横横してますかね。で、2027年3月あたりは強いと。で、8月、9月あたり下がって、2028年6月あたりまた上がってくると。このような感じに見えますね。で、しつこいようですけど、この価格帯に関しては特に当てにならないので、例えばこれ見て2025年と2028年見比べて同じぐらいの価格帯じゃないかと。だから、上がりも下がりもしないんだという話ではないです。この実際の価格がここより上がるのか下がるのか、こういったところは全くこの予測では当てになりません。本日の動画はここまでとなります。普段と似たような動画に関しては、明日日曜日に、元気があれば出すかもしれないです。期待せずにお待ちいただければと思います。これは単なる星占い AI を用いたエンタメ予測なので、そのつもりでご覧いただいて、エンタメとしてお楽しみいただければと思います。普段の動画ではもう少し勉強がてらではありますが、テクニカル的な分析もしておりますので、よろしければご覧ください。このチャンネルでは、西洋占星術に使う星の位置情報を同じ日の終値と一緒に機械学習にかけて予測モデルを作っています。このモデルに未来の星の位置を入力することで、未来の株価を予測してしまおうという試みを行っております。予測の公開は Discord サーバーで行っております。この動画の最後に Discord サーバーへの参加方法の動画を載せております。あくまでエンタメとしてご覧いただくという趣旨をご理解いただける方は、ご自由にご参加をお願いします。
会費などはかかりません。動画のコメント欄におすすめの本を載せています。相場は予想するものにあらずというところをしっかり書かれている本なので、ぜひご覧いただければと思います。投資は自己責任の原則に基づき、あくまでエンタメとしてご覧ください。それでは今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。